皆さんこんにちは。金子です。この動画では私が月曜日と火曜日に何をしたかを紹介します。月曜日。月曜日は休みの日だったので、朝は少しゆっくり起きました。外の空は少し曇っていましたが、風が気持ちよかったです。起きてからまず窓を開けて部屋の空気を入れ替えました。軽くストレッチをして体を動かし、その後で顔を洗いました。朝ごはんはトーストとコーヒーでした。食べながら音楽をかけて静かな時間を過ごしました。食事の後、部屋の掃除をしました。掃除機をかけて机の上を整理しました。新聞や手紙を片付けてゴミをまとめて捨てました。掃除が終わった後、冷蔵庫の中を見て少し食材が足りないことに気づきました。そこで買い物に行くことにしました。外に出ると少し風が冷たく感じました。道の両側には秋の花が咲いていて、ゆっくり歩くのが楽しかったです。途中で近くのスーパーに寄って野菜や果物を見ました。秋の野菜がたくさん並んでいて、さつまいもやきのこ、かぼちゃなどがとても美味しそうでした。果物のコーナーではりんごや梨、ぶどうが並んでいました。どれも新鮮で香りが良かったので少し多めに買いました。買い物を終えて帰る途中、公園の前を通りました。この葉が少し色づき始めていて、秋の始まりを感じました。子供たちが遊んでいて、笑い声が聞こえました。その音を聞きながら、少し立ち止まって景色を眺めました。風に乗って金木犀の香りがして心が落ち着きました。家に帰ってから買ってきたものを冷蔵庫に入れました。その後、昼ご飯の準備をしました。スーパーで買ったきのこを使ってパスタを作り、温かいスープを添えました。食事の後、お茶を入れて本を読みました。静かな午後で時間がゆっくり流れているように感じました。午後は洗濯をしてベランダに服を干しました。空が少し明るくなって日差しが柔らかく差し込みました。風がちょうどよく吹いて洗濯物が気持ちよさそうに揺れていました。その後、パソコンを開けて少し仕事の整理をしました。メールを確認して来週の予定を書き込みました。夕方になると部屋の中が少し暗くなりました。カーテンを閉めて照明をつけました。夕食の準備を始めて
冷蔵庫の野菜を使って煮物を作りました。かぼちゃと人参を入れて、だしの香りが広がりました。ご飯を炊いて味噌汁も作りました。食事を終えた後、皿を洗って台所を片付けました。テレビをつけてニュースを見ながら温かいお茶を飲みました。夜の風が少し冷たくなり、秋らしい空気を感じました。部屋の窓を少しだけ開けると虫の声が聞こえました。静かな夜でした。その後、シャワーを浴びて髪を乾かしました。ベッドの上で少しスマートフォンを見て友人からのメッセージを読んで返信しました。しばらくして部屋の明かりを消しました。外の風の音を聞きながら静かに目を閉じました。長い一日が終わり、心が落ち着いたまま眠りにつきました。火曜日。火曜日は朝から雨が降っていました。外の空は暗く、しとしとと小さな音が聞こえました。目を覚ましたとき、窓の外に雨の雫がゆっくり流れているのが見えました。空気が少し冷たく感じて、布団の中がとても気持ちよかったです。少しの間、そのまま横になって雨の音を聞いていました。やがて起き上がってカーテンを開けました。朝ごはんは温かいお粥を作りました。雨の日は体が冷えるので熱いものを食べると心まで温まりました。食事をしながらテレビをつけると天気予報では一日中雨が続くと言っていました。外に出る予定もなかったので家で静かに過ごすことにしました。朝食の後、部屋を少し片付けました。机の上に置いた書類を整理して本棚の本の位置を直しました。その後、洗濯をしようかと思いましたが、外が雨なのでやめました。代わりに家の中を掃除しました。ほうきで床を掃き、テーブルを拭きました。雨の音と掃除の音だけが聞こえる静かな時間でした。掃除が終わった後、温かいコーヒーを入れて本を読みました。雨の日の読書はいつもより集中できる気がします。ページをめくるたびに外の音が少し遠くなって心が落ち着きました。しばらく読んだ後、少し疲れたのでソファに横になりました。窓の外ではまだ雨が降り続いていて、この葉に当たる音が優しく響いていました。昼ご飯の時間になって冷蔵庫を開けました。昨日買った野菜を使って簡単なスープを作りました。きのこや人参、玉ねぎを入れてゆっくり煮込みました。
香りが部屋中に広がり、とても落ち着いた気持ちになりました。雨の日に食べる温かいスープは格別です。食事を終えてから食器を洗い、テーブルを片付けました。午後は少し仕事の準備をしました。パソコンを開いてメールを確認し、資料を読みました。外の雨の音が一定のリズムで続いていて、集中するのにちょうど良かったです。途中で少し休憩をしてお茶を入れました。湯気が立ち上るのを見ながら静かに息をつきました。その後、母から電話がありました。母は、そっちは雨でしょう、と言って、体を冷やさないように気をつけてね、と話してくれました。短い会話でしたが、心が温かくなりました。電話を切った後、少し音楽を流して部屋の中を歩きました。外は暗くなり始めていて、窓のガラスに雨の雫が光っていました。夕方になると、またお腹が空いてきました。冷蔵庫にあった材料で簡単な煮込み料理を作りました。鍋の中で湯気が立ち、味噌と野菜の香りが混ざりました。食事をしながら今日の一日をゆっくり思い出しました。特別なことは何もなかったけれど、雨の日ならではの静かな時間が心地よかったです。夜になって雨の音が少し強くなりました。カーテンを閉めて照明を少し暗くしました。お風呂を沸かしてゆっくり体を温めました。お湯に浸かりながら今日一日が穏やかに過ぎたことに感謝しました。体が温まって気持ちもすっきりしました。お風呂から上がって髪を乾かし寝る前に少し日記を書きました。今日のことを静かに思い出しながら雨の夜の静けさを感じました。ペンを置いて電気を消しました。外ではまだ小さな雨音が続いていました。その音を聞きながらゆっくりと目を閉じました。皆さんこんにちは。金子です。この動画では私が月曜日と火曜日に何をしたかを紹介します。月曜日。月曜日は休みの日だったので、朝は少しゆっくり起きました。外の空は少し曇っていましたが、風が気持ちよかったです。起きてからまず窓を開けて部屋の空気を入れ替えました。軽くストレッチをして体を動かし、その後で顔を洗いました。朝ごはんはトーストとコーヒーでした。食べながら音楽をかけて静かな時間を過ごしました。
食事の後、部屋の掃除をしました。掃除機をかけて、机の上を整理しました。新聞や手紙を片付けて、ゴミをまとめて捨てました。掃除が終わった後、冷蔵庫の中を見て、少し食材が足りないことに気づきました。そこで買い物に行くことにしました。外に出ると少し風が冷たく感じました。道の両側には秋の花が咲いていて、ゆっくり歩くのが楽しかったです。途中で近くのスーパーに寄って野菜や果物を見ました。秋の野菜がたくさん並んでいて、さつまいもやきのこ、かぼちゃなどがとても美味しそうでした。果物のコーナーでは、りんごや梨、ぶどうが並んでいました。どれも新鮮で香りが良かったので、少し多めに買いました。買い物を終えて、帰る途中、公園の前を通りました。この葉が少し色づき始めていて、秋の始まりを感じました。子供たちが遊んでいて、笑い声が聞こえました。その音を聞きながら、少し立ち止まって景色を眺めました。風に乗って金木犀の香りがして心が落ち着きました。家に帰ってから買ってきたものを冷蔵庫に入れました。その後、昼ご飯の準備をしました。スーパーで買ったキノコを使ってパスタを作り、温かいスープを添えました。食事の後、お茶を入れて本を読みました。静かな午後で時間がゆっくり流れているように感じました。午後は洗濯をしてベランダに服を干しました。空が少し明るくなって日差しが柔らかく差し込みました。風がちょうどよく吹いて洗濯物が気持ちよさそうに揺れていました。その後、パソコンを開けて少し仕事の整理をしました。メールを確認して来週の予定を書き込みました。夕方になると部屋の中が少し暗くなりました。カーテンを閉めて照明をつけました。夕食の準備を始めて冷蔵庫の野菜を使って煮物を作りました。かぼちゃと人参を入れて出汁の香りが広がりました。ご飯を炊いて味噌汁も作りました。食事を終えた後、皿を洗って台所を片付けました。テレビをつけてニュースを見ながら温かいお茶を飲みました。夜の風が少し冷たくなり、秋らしい空気を感じました。部屋の窓を少しだけ開けると虫の声が聞こえました。静かな夜でした。その後、シャワーを浴びて髪を乾かしました。ベッドの上で
少しスマートフォンを見て、友人からのメッセージを読んで返信しました。しばらくして部屋の明かりを消しました。外の風の音を聞きながら静かに目を閉じました。長い一日が終わり、心が落ち着いたまま眠りにつきました。火曜日。火曜日は朝から雨が降っていました。外の空は暗く、しとしとと小さな音が聞こえました。目を覚ましたとき、窓の外に雨の雫がゆっくり流れているのが見えました。空気が少し冷たく感じて、布団の中がとても気持ちよかったです。少しの間、そのまま横になって雨の音を聞いていました。やがて起き上がってカーテンを開けました。朝ごはんは温かいお粥を作りました。雨の日は体が冷えるので、熱いものを食べると心まで温まりました。食事をしながらテレビをつけると天気予報では一日中雨が続くと言っていました。外に出る予定もなかったので、家で静かに過ごすことにしました。朝食の後、部屋を少し片付けました。机の上に置いた書類を整理して本棚の本の位置を直しました。その後、洗濯をしようかと思いましたが、外が雨なのでやめました。代わりに家の中を掃除しました。ほうきで床を掃き、テーブルを拭きました。雨の音と掃除の音だけが聞こえる静かな時間でした。掃除が終わった後、温かいコーヒーを入れて本を読みました。雨の日の読書はいつもより集中できる気がします。ページをめくるたびに外の音が少し遠くなって心が落ち着きました。しばらく読んだ後、少し疲れたのでソファに横になりました。窓の外ではまだ雨が降り続いていて、この葉に当たる音が優しく響いていました。昼ご飯の時間になって冷蔵庫を開けました。昨日買った野菜を使って簡単なスープを作りました。きのこや人参、玉ねぎを入れてゆっくり煮込みました。香りが部屋中に広がり、とても落ち着いた気持ちになりました。雨の日に食べる温かいスープは格別です。食事を終えてから食器を洗い、テーブルを片付けました。午後は少し仕事の準備をしました。パソコンを開いてメールを確認し、資料を読みました。外の雨の音が一定のリズムで続いていて、集中するのにちょうど良かったです。途中で少し休憩をしてお茶を入れました。湯気が立ち上るのを見ながら静かに息をつきました。その後、
母から電話がありました。母は、そっちは雨でしょう、と言って、体を冷やさないように気をつけてね、と話してくれました。短い会話でしたが、心が温かくなりました。電話を切った後、少し音楽を流して部屋の中を歩きました。外は暗くなり始めていて、窓のガラスに雨の雫が光っていました。夕方になると、またお腹が空いてきました。冷蔵庫にあった材料で簡単な煮込み料理を作りました。鍋の中で湯気が立ち、味噌と野菜の香りが混ざりました。食事をしながら今日の一日をゆっくり思い出しました。特別なことは何もなかったけれど、雨の日ならではの静かな時間が心地よかったです。夜になって雨の音が少し強くなりました。カーテンを閉めて照明を少し暗くしました。お風呂を沸かしてゆっくり体を温めました。お湯に浸かりながら今日一日が穏やかに過ぎたことに感謝しました。体が温まって気持ちもすっきりしました。お風呂から上がって髪を乾かし寝る前に少し日記を書きました。今日のことを静かに思い出しながら雨の夜の静けさを感じました。ペンを置いて電気を消しました。外ではまだ小さな雨音が続いていました。その音を聞きながらゆっくりと目を閉じました。